私、もうすぐ結婚するの。ずっと思いを寄せていた女性に、そんな告白をされて。俺は目の前が真っ暗になった。辛かった高校時代、たった一人だけ味方をしてくれた同級生。彼女に会うため、気の進まない同窓会に足を運んだ。そして、長年の思いを打ち明けようとした矢先、他の誰かを思い浮かべて、彼女は幸せそうに笑ったのだった。その結婚相手ってまさか。俺の嫌な予感は想像以上の形で的中する。遅れて二次会に現れた人物。それは、なんだその態度は。会社をクビにしてやろうか？無能の分際で。かつて、そして今も、俺を見下す因縁の相手だった。この日をきっかけに、俺の絶対に諦められない戦いが始まる。初恋の女性の結婚を阻止するために、俺を救ってくれた彼女を、今度は俺が救うために。俺の名前は新田春樹、30歳。今日は高校の同窓会に参加するため、会場である某ホテルの宴会場に来ている。12年ぶりに見る同級生たちは、当然ながら全員すっかり大人になっていたが、じっくり観察していると、どこかしら残っている昔の面影も見えてきて、面白いなと思っていた最中、いきなり背後から声をかけられた。新田くん、来てくれたのね。嬉しい。あ、どうも。それは、紺色のワンピースを着た、すらりと背の高い女性だった。透けるような白い肌に、知的な印象を与える切れ長の目。シャープではっきりとした目鼻立ちは、一つの文句もつけようがない美人だ。しかし、そんなモデル張りの美貌以上に目を引くのは、肩甲骨のあたりまで伸びた、まるで発光しているかのように艶めくロングヘアだった。どうしたの？もしかして私が誰かわからなかったとか？俺の不愛想な挨拶を美女がクスクスと笑った。それに合わせて彼女の黒髪がサラサラと揺れる。思わず目で追ってしまうほど、その髪は会場内の誰よりも綺麗で、全く会話に集中できないのも仕方がないだろう。横目でチラチラと彼女の様子を伺っているのは、談笑する他の同級生たちも一緒だ。もう、せっかく会えたのに、ちょっと寂しいかな。私は新田くんに会えて嬉しいのに。ごめん。冗談。改めて久しぶりね、新田くん。うん。改めて、久しぶり、後藤。まだ少しぎこちなく、俺は高校時代の同級生に挨拶をした。彼女の名前は後藤彩。俺が今日の同窓会に参加した目的は、たった一つ。まさしく、彼女だった。新田、さっき後藤さんと話してたよな。見たぞ。友人に呼ばれた後藤が、また後でと去っていくと、入れ替わりに同級生たちが、わらわらと集まってきた。俺を取り囲んで、口々に羨ましい、ずるいと文句を言ってくる。それもそのはず。高校時代の後藤は、男子生徒なら誰もが憧れる存在だったからだ。ごめん、ちょっとトイレに。注目を浴びているのがいたたまれず、俺はそそくさと宴会場から逃げ出した。早速疲れた。やっぱり苦手だ、こういう場所は。誰も来ない廊下の隅に避難して、ようやく一息つくことができた。確か高校時代も、こうして人気のない場所を探して、同級生たちから逃げていたな。あまりいいとは言えない思い出が蘇って、俺はさらにげんなりした。こんな時、決まって俺を探し当てるのが後藤だった。才色兼備で文武両道。おまけに気さくな性格で、誰にでも好かれていた完璧な優等生。本当なら、俺が関われるような相手じゃなかったはずなのに。後藤がいなかったら、絶対ここには来てなかったな。あれは、今から1ヶ月ほど前。とある IT 系の中小企業で働いている俺。新しい取引先との商談で、相手企業の担当者と初めて顔を合わせることになった。そして、お互いに名刺を差し出したとき、俺たちは同時にと声を上げた。もしかして、新田くん？後藤彩さん？なんと、その担当者は高校時代の同級生。そして単なる同級生ではなく、
俺の中で特に強く覚えている人物だったのだ。すごい偶然。まさか、こうして新田くんに会えるなんて。感慨深そうにつぶやきながら、後藤は切れ長の目を細めた。昔よりさらに綺麗な彼女に、俺は仕事のことも忘れて見とれた。そんな俺に、後藤はそうそうと切り出した。そういえば、新田くんは同窓会に行くの？同窓会？高校の。私はもう出席で返事をしたけど、新田くんは？俺は、正直、案内はがきが届いていたことすら、彼女の言葉で思い出したくらいで、全く行く気がなかったので、同窓会のことは記憶から消し去っていたのだが、私は新田くんも来てくれたら嬉しいな。出席するよ。気づけば、口が勝手に即答していた。後藤が本当にと顔を輝かせてから、ようやく自分の浅はかさを後悔したのだが、結果的にはそれで正解だった。後藤、さ。どうしたの？新田くん。いや、ごめん、なんでもない。俺はある言葉を彼女に伝えられないまま、高校を卒業してしまっていた。それから打ち合わせで会うたび、伝えようとしては踏ん切りがつかず、何度も断念して、結局、ずるずると時間だけが経ってしまったのだから。やっぱり、出席にしてよかったな。今日こそ、言えそうな気がするし。俺は昔から人付き合いが苦手で、自分の思いを相手に伝えるのも苦手だ。だからこそ、同窓会の和やかな雰囲気に希望を託すことにした。話が盛り上がれば、自然と切り出すタイミングもつかめるのではないかと。よし、いけるぞ、今日こそ。自分に気合を入れて、俺は再び宴会場に向かって足を踏み出した。そして、常に同級生たちに囲まれる後藤が、一人になるタイミングを待ち続けて。ついにチャンスが巡ってきたのは、居酒屋での二次会も中盤に差し掛かった頃だった。ごめんね。全然話せなくて、私から誘ったようなものなのに。部屋の隅にいた俺の隣に座るなり、申し訳なさそうな顔をする後藤。彼女と二人で話せるチャンスを待つ間、一人でちびちびと飲み続けていた俺は、すでにだいぶアルコールが回っていて、そのせいか、余計に自分が情けなくなった。悪いのは俺なのに、彼女に謝らせてしまった。俺が自分から二人で話したいと頼みに行けば、それで済んだ話なのに。そんな勇気も出ず、何時間もうじうじ尻込みして。これでは、高校時代と何も変わらないじゃないか。こっちこそごめん。どうして新田くんが謝るの？なんだか元気もないし。そうよ。いつも仕事の時、毅然としている新田くんはどうしたの？どんな質問にも即座に答えてくれるし、トラブルがあっても動じることなく、冷静に完璧な対処をしてくれる。私、そんな新田くんを尊敬してるんだから。どうも。明らかにアルコールのせいだけでなく、カーッと顔が熱くて仕方ない。彼女の言葉は、今も昔も変わらず、まっすぐすぎる。あの頃も、俺には眩しすぎて、素直に受け取ることができなかった。あ、ここにいたんだ、新田くん。俺が一人でいると、後藤は校舎の端だろうと、必ず探しに来てくれた。当時、俺は周囲に馴染むことができず、いつも一人ぼっちだった。特に教室は居心地が悪くて、まだ授業中はマシだったが、昼休みは1分たりとも我慢できなくて。こっそり抜け出しては、誰も来ない静かな場所で弁当を食べるのが日常だった。ねえ、私も一緒に食べていい？そんな日常に、いつからかクラスメートの女子が加わった。学級委員を務める優等生で、学校一との噂もある美少女。いつも太陽みたいに明るく笑っている、ぼっちでネクラの俺とは正反対の存在が。なんで？思わずぶっきらぼうに俺はそう尋ねた。後藤はそれを気にする様子もなく、と少し考えるような仕草をして、見て見ぬふりできないからかな？照れる様子もなく、そんなことを笑顔で言い放ったのだった。は？だってほら、私って学級委員だから、一人でお昼を食べているクラスメートは放っておけないというか。そんなの、個人の自由だろ。あ、今の、
は？新田くんって自分の考えをしっかり持ってる人だよね。やっぱり頭がいいからかな。すごくかっこいいと思う。ああ。こんなにまっすぐ褒めてきたのは、後にも先にも後藤だけだった。あまりに顔が突然カーッと熱くなって、俺は戸惑うあまり、何を話しかけられても答えられなくて、結局、ほとんど彼女のことを無視していたのに、彼女は次の日も、また次の日も、必ず俺の元にやってきたのだった。後藤。どうしたの、新田くん。あの頃と同じ仕草で、後藤が小さく首をかしげる。それと一緒に髪がサラサラと流れて、それがあまりに綺麗で、俺は思わずドキッとした。せっかく静まったのに、また顔が熱くなる気配がする。ありがとう、高校の時は。ようやく今日の目的を果たすことができた。あの頃、たった一人だけ優しくしてくれたことに感謝の気持ちを伝える。このために俺は今日、ずっと彼女の姿を目で追い続けていた。なかなか言えなくて、ごめん。あれが学級委員の義務感からだったとしても、嬉しかったんだ。誰かが自分を気にかけてくれるのは。新田くん。後藤がそばにいてくれたからこそ、俺の高校生活は完全に暗いものにならずに済んだ。いい思い出もあったと言えるのは、後藤のおせっかいなくらいの優しさがあったから。他人を気遣う余裕なんてなかった俺は、そんな自分とは正反対の彼女を密かに尊敬していて。そして、密かに、後藤。どうしたの、新田くん。俺は、たった一言がなかなか喉の奥から出てこない。すると突然、後藤が腰を浮かせた。ねえ、顔が真っ赤よ。待ってて。お水をもらってくるから。あ、違うんだ。そうじゃなくて俺は、彼女を引き止めるためにどうにか言葉を絞り出そうとした。その時、その動きに合わせて彼女の髪も大きく波のように動いたから、髪。髪、綺麗だよな。すごく。はは。俺はヘラヘラ笑いながら突然そんなことを言う。ほとんど不審者同然になってしまったのだった。ごめん、急に。気持ち悪かったよな。本当にごめん。真顔で固まった後藤に、俺は慌てて謝った。これで、長年の片思いも終了か。内心がっくりきながら、恐る恐る、その顔を伺うと。嬉しい。私、髪を褒められるのが一番好きなの。なんと彼女は、ほんのりと頬を染めて微笑んでいた。その表情が、クールな顔立ちとのギャップもあって、あまりに可愛らしくて、俺が目を奪われて、やっぱり好きだと思った、その時だった。ロングヘアが似合う、綺麗だって、彼がいつも褒めてくれるから。彼？後藤の一言で、ガツンと頭を殴られたような感覚を覚える俺。しかし、ショックはそれだけで終わらなかった。ええ、私、もうすぐ結婚するの。にっこりと、それは幸せそうに微笑んで、俺は目の前でずっと恋をしていた女性に結婚の報告をされたのだった。それは、おめでとう。ありがとう。彼、仕事で同窓会には来れなかったんだけど、私が二次会に参加するって言ったら、終わる頃迎えに来てくれるって。そう。で、今、大きなショックの中で、俺は同窓会という部分に引っかかった。仕事がなければ同窓会に参加していた。ということは、後藤、結婚相手って、もしかして同級生の中の誰かなのか？そう尋ねようとしたとき、俺は背後から突然ポンと肩を叩かれた。やあ、新田くん。綾の相手をしてくれてたんだね。どうもありがとう。驚いて振り向いた俺に、その人物は爽やかな笑顔を向けた。きっちりとスーツを着こなした、いかにも今時という雰囲気の、誰が見ても認めるような美形の男性。その彼が、後藤を綾と呼んだから。俺は一瞬で全てが繋がって、みるみるうちに血の気が引いていった。後藤、結婚相手って、
久保屋なのか？はあ？気安く呼び捨てにしてんじゃねえよ。久保屋さんだろうが、俺が社長になった暁には、真っ先にお前をクビにしてやろうか。ああ、その声は、先ほどの爽やかさとは別人のように低く陰湿な響きで、俺の耳元だけで囁きながら、彼は肩に置いたままだった手に、痛いくらい力を込めた。ほら、返事は、無能な平社員の新田くん。すみませんでした。久保屋さん。彼、久保屋一世と俺は、高校の同級生で、3年の時はクラスメートだった間柄だ。しかし、今は大きく立場が異なっている。その理由は、久保屋の父親が、俺が働いている会社の社長だからだった。何話してるの？二人だけで。後藤が首をかしげると、久保屋はすぐさま俺を解放。後藤の隣に座って、爽やかな笑顔で彼女の肩を抱いた。なんでもないよ。ここで新田くんに会えて嬉しいなーって話をね。そうなの？そういえば、二人は同じ会社だもの。すごい偶然ね。そうそう。彼といえば、高校時代から成績が抜群だっただろう。会社でもすごく優秀で、僕はいつも助けられてばかりだよ。ほんと、父さんには感謝しないとね。ああ、久保屋という男は昔からこうだった。外面が抜群にいいので、一見すると優しくて爽やかな優等生。しかし、その中身は、ほんと、こいつがいるだけでクラスの空気が悪くなるんだよな。集団生活ができない奴は、学校に来ない方がいいんじゃないか？なあに言った？まるで昨日のことのように、その声まで鮮明に思い出せる。当時、俺は他人とコミュニケーションを取るのが極端に苦手で、高校では周囲から浮いた存在だった。そんな俺をターゲットにしていたのが、久保屋がリーダー格を務める集団。教師や学級委員の後藤がいない隙を狙っては、俺を囲んで罵ったり、馬鹿にして笑い合ったりしていた。悔しいか？誰かに訴えられるものなら、訴えてみろよ。どうせ誰も、お前の話なんて聞くはずないだろうけどな。久保屋の言葉は、俺の心に深く突き刺さった。自分の味方なんて誰もいない。そんな現実を教えられて、ますます自分の殻に閉じこもるようになった。きっと大学でも同じ思いをするのだと考えたら、進学する気にもなれなくて、高校卒業後はすぐに就職。現在の会社で働き始めると、俺にとって幸運なことがあった。そうか。さぞ今まで生きづらかっただろうな。会社の社長、木下さんが、俺に理解を示して働きやすいように色々と気を配ってくれたのだ。ところが、へえ、まさか新田がここで働いてるとはな。昔のよしみで首にだけはしないよう親父に頼んでやるよ。せいぜい感謝してくれよな、高卒くん。それは去年のことだ。突然会社が別の企業に買収されることが決まった。そして、木下社長は退任することになり、新たに社長へ就任したのは、買収元の社長だった久保屋という人物。そして、新たに同僚となったのが、新社長の一人息子。高校時代の同級生で、俺の心に消えない傷を負わせた、あの久保屋だった。久保屋新社長は、息子の悪い部分だけをパワーアップさせたような性格だった。息子や元々の部下たち、一部の気に入った社員だけを優遇して、気に入らない社員は徹底的に冷遇。言うまでもなく、俺は気に入らない社員の方で。いきなり部署を移動させられた挙句、社長の取り巻きの一人である部長の下で、営業部一の無能、使えない奴などと、毎日罵られるようになって。周囲に味方はおらず、俺はまるで高校時代のように部署で浮いた存在となっているのだった。もう聞いたと思うけど、ここにいるあやと僕は結婚することになったんだ。同僚として同級生として祝ってくれるよね、新田くん。いつも部長を言い過ぎですよとなだめつつ、自分も二人きりになると楽しそうに俺を罵ってくる。そんな久保屋が後藤の肩を抱いたままにっこりと笑う。彼と見つめ合った後藤は恥ずかしそうに頬をあからめながら、それでも幸せそうな微笑みを浮かべていて、
そんな光景を見せつけられた俺は、すぐに返事をすることができなかった。すると、それが尺に触ったらしい。久保屋は苛立ちのあまり、後藤の前でうっかり本性をむき出しにしてしまった。おい、無視してんじゃねえよ、グズが。こんな奴と一緒の高校だったなんて、恥ずかしすぎて人生唯一の汚点だよ。明日会社で会ったら覚えとけよ。一星くん？なんてこと言うの？新田くんに。おっと、冗談だよ冗談。会社ではこういうノリだから。さ、そろそろ帰ろうか。ちょっと待って。こちらを何度も振り向く後藤を、久保屋は半ば強引に連れ去っていった。一人になった俺は、もう周囲の音も耳に入らなくて、大きなショックに包まれながら、二次会の解散まで、呆然と座り込んでいた。そんな散々な終わり方をした同窓会から数日後、まだショックも抜けきらないうちに、俺は後藤と顔を合わせることになった。ごめんね。わざわざ足を運んでもらって、すごく助かったわ。いや、彼女の会社に納品したシステムで不具合があり、その対処を頼まれたのだった。結果的にトラブル自体は簡単に解決したのだが、問題はその後だった。やっぱり、新田くんはすごい。とっても頼りになるって再確認したわ。どうも。ごめんなさい。あの時は一星くんが。いや、俺は別に。俺は当然、思い人の結婚を知ったのと、その相手にショックを受けたのだったが、後藤もまた、初めて聞く婚約者の暴言にショックを受けたらしい。まだ戸惑っている様子で、いつもの明るさは半分も見られない。俺も、そんな彼女にどう接していいかわからず、俺たちの間には気まずい空気が流れた。本当にごめんなさい。普段あんなことを言う人じゃないの。彼は。だけど完全な冗談とも聞こえなかったし。冗談だよ。ただの。本当に会社でああいうノリがあるんだ。そうなの？後藤の気分が少しでも晴れればいい。そう思って、俺は彼女に嘘をついた。普段の久保屋は、俺の前ではあんな程度で済まない暴言を吐いているが、すると、それが功を奏した。後藤は安心したのか、少し表情が穏やかになった。そして不意に、こちらに向かって両手を合わせてきた。ねえ、新田くん。こんな頼み事は厚かましいかもしれないけど、もっと一星くんのことを教えてくれない？え？実は最近ちょっと悩んでて。そう言って彼女は、俺に悩みを打ち明けた。それは、最近お互いに忙しくて、久保屋との時間が取れないこと。デートに誘っても、断られてばかりで、婚約者の彼が何を考えているかわからない。だから、だんだん不安になってきたのだと。もちろん、彼は以前と変わらず優しいの。だけど、私が不安な気持ちを打ち明けても、いずれ社長夫人になるんだから、堂々と構えていればいいって、そればっかり。私、まだ実感も湧いてないのに。そんな奴と本当に結婚していいのか？喉元まで出かかった言葉を、かろうじて俺は飲み込んだ。それでも結婚を選ぶほど、彼女は久保屋のことを愛している。その現実を目の当たりにして、胸にズキッと痛みが走った。きっと仕事は頑張ってるわよね。いずれ社長になるんだから。同じ営業部だって聞いたけど、成績は？うん。いいよ、かなり。本当？うん。悔しいが、久保屋の有能さだけは本物だ。持ち前のコミュニケーション能力を活かして、毎月トップクラスの営業成績を維持している。だから誰も、彼が持つ裏の顔に気づかないのだった。ねえ、それから。ごめん。そろそろ会社に戻らないと。他に俺が持ち合わせている話といえば、とても彼女には聞かせられないものばかりだ。できる限り関わりたくないと、意識して久保屋を避けていたのもあって、答えに困った俺は、その場をそそくさと後にした。それでも、好きな女性に頼られたら張り切ってしまうのが男だ。この翌日から、俺は意識して久保屋の動向に目を配るようになった。俺への態度はさておき、他の社員に親切な様子でも確認できたら、
きっと後藤も安心するだろうと思って。すると、俺はある意味で予想もしていなかった久保屋の姿を目撃するのだった。こんなに美人だと、夜道を一人で帰らせるのは心配だな。今日の帰りは送っていこうか。そのついでに、どこか二人で、ね。その光景を見たとき、思わず目を疑った。オフィスの給湯室にいる久保屋と、その傍らには、今年入社したばかりの女性社員。なんと久保屋は、その女性社員の腰に腕を回して、体を密着させながらデートに誘っていたのだ。それじゃあ、また後で。久保屋が出てくる気配がして、俺は慌ててその場を離れた。心臓はバクバクと、今にも破裂しそうになり続けていて、それでも妙に、頭の中は冷静に、後藤の顔を思い浮かべていた。一体どうしたらいいんだこれは。できれば、自分の見間違いであってほしいと、念のため周囲に、それとなく確認してみたのだが、残念なことに、それは俺の目が確かだったと証明するだけだった。久保屋？いろいろと噂はあるよな。知らなかったの？結構評判よ、彼。悪い意味でね。まあ、次期社長だし、みんな表だって言えないというか。誰もが苦い顔をして、自分が言ったとは内緒にしてほしいと前置きする久保屋の噂。それは、若い女性社員ばかり手当たり次第デートに誘っているというものだった。しかも、自分が結婚することを隠しながら。なんだよそれ。後藤が思うような善人ではないことは、俺が一番よく知っていたが、それをはるかに上回るクズ加減に、俺はめまいがするほどの怒りに襲われた。それでも。ねえ、最近どう？一星くんは。最近、ますます会えてないんだけど、疲れてたりしない？最低なのは俺も同じだった。その数日後、いつものように打ち合わせを終えた後、後藤と一緒に昼食をとることになり、その席で尋ねられて、元気だよ、すごく。今は特に忙しくて。そうなの？でも、一星くんが元気ならよかった。ありがとう、新田くん。自分の言葉で彼女の表情が曇るのを見たくなかったから。俺はまたも後藤に嘘をついたのだった。そんなある日、ついに俺は我慢の限界を迎えることになる。婚約者？あっちゃ、どこで聞いたのそれ。そんな言葉が廊下から聞こえてきたのは、オフィスに一人残って残業していた時。久保屋？嫌な予感がして、俺はそっと入り口から廊下を覗いた。すると、親がうるさいから結婚するだけだよ。恋愛感情なんてない。好きなのは君だけだよ。今年で30の年間なんて女として見れないよ。なのに会いたいとかなんとか毎日うるさいし、年間の上に重いんだよな。鏡見てから言えっつーの。隣にいる若い女性社員の肩を抱きながら、久保屋はそんな言葉を吐いた。婚約者、30の年間。誰のことを言っているのか、名前が出なくても明白だった。一星くんが元気でよかった。そう言って、優しく微笑んだ後藤の顔が脳裏に蘇る。彼女が久保屋の身を案じている間、当の久保屋は、ふざけるな。俺の存在に全く気づくことなく、久保屋は女性社員とさらに体を密着させ、そのロングヘアを優しげな手つきで撫でた。そんな姿にも、俺の怒りは抑えきれないほどに高まっていく。そして、ついに爆発する時が来た。やっぱりロングは若い子こそ似合うよ。年間が髪を伸ばしていたって、単にだらしなく見えるだけ。一応会うたびに褒めてやるけど、ただのご機嫌取りだって気づけっつーの。もしかして、まだ自分が若いつもりなのかな。見てられないよ、痛々しくて。ああんなのと婚約なんてするんじゃなかった。ふざけるな。思わず廊下に飛び出すと、女性社員はキャッと悲鳴を上げて逃げていった。ぎょっとした表情を浮かべる久保屋を、俺は胸ぐらを掴んで、渾身の力で壁に叩きつけた。てめえに言った！何のつもりだ！それはこっちのセリフだ。後藤が、一体誰のために？それをお前は…あまりの怒りで、もはや自分が何を言いたいのかもわからない。それでも、俺は久保屋を壁に押し付けながら訴えた。
後藤がどれだけ久保屋を思っているか。同窓会の後から彼女が自分に話すのはいつだって久保屋のことばかりだったと。あれほど髪を大事にしているのも、お前に褒められるのが嬉しくて。なのにお前は、しかし、そんな訴えも久保屋には全く響かなかった。さっさと話せよ、グズ。久保屋。シワになっただろうが、このスーツがいくらすると思ってんだ？高卒ごときの給料じゃ一生縁がないオーダーメイドだぞ。たく。スーツの襟元を手で払いながら、やれやれと大げさにため息をつく久保屋。そして、突然にやりと薄気味悪い笑みを浮かべた。ああ、もしかして、欲しいのか？俺の婚約者が。ずいぶん楽しそうだったよな。あやと話してる時のお前。そうかそうか。ろくに仕事もできないお荷物社員が、一丁前に次期社長の婚約者へ横連歩か。意外とやるもんだな、新田。違う。俺はずっと前から。まあいいや。欲しいならくれてやるよ。俺のおフルでよかったら。見た目が少しいいだけの、年までクソ真面目で、一緒にいても息が詰まるだけの女だけど。お似合いだよ。お前みたいな無能とは。そうそう。やっぱり学生時代の成績なんて、社会ではクソも役にも立たないもんだな。高校では常に成績トップで、自分が世界で一番賢いみたいな顔をしてたお前が、今や高卒の無能サラリーマンとは、お前なんかを開発部に置いていた前社長も、やっぱり経営の才能ゼロな無能だった。首にした親父は大正解だったよ。ははは。高笑いしながら、久保屋は上機嫌で去っていった。一人残された俺は、その場に立ち尽くしたまま、胸ポケットの中に手をやった。よかったよ。これを思い出して。それから間もなく、俺は後藤の会社の担当を外されることになった。久保屋がニヤニヤしながら、残念だったなと、わざわざ声をかけに来たところから、おそらく彼の嫌がらせだと見当がついた。けれど、そんなことよりも、もう後藤に会えなくなるという事実が、俺の気分を暗くした。そう、残念ね。新田くんとお仕事をするの、私もすごく楽しかったのに。ああ。寂しそうな後藤の顔を、俺はまともに見ることができなかった。そのまま、最後の打ち合わせを淡々と済ませて。今までありがとう、新田くん。結婚式の招待状を送るから、ぜひ新田くんも出席してね。そう言いながら、にっこり笑った後藤が片手を差し出してきたとき、俺は、抑えていたものがとうとう溢れ出した。するな。え？あんな奴と、結婚なんかするな、後藤。あいつは、久保屋は最低のクズだ。何言ってるの？新田くん。きょとんとする後藤に、俺はすべての事実をぶちまけた。会社中の若い女性社員と浮気していること。その噂が水面下で広まった結果、すでに大半の社員が久保屋に失望し、彼が会社を継ぐ未来を不安に思っていること。俺が現在、久保屋に陰で嫌がらせを受けていることも。それから、意を決して、俺は先日の件も後藤に打ち明けた。久保屋はすでに後藤と本気で結婚する気なんてない。だから、あんな奴と結婚なんかしなくていい。このまま結婚したら、君が不幸になるだけだ。そんな君を、俺は絶対に見たくない。そう伝えようとすると、後藤は横に首を振った。嘘。ひどいわ、新田くん。どうしてそんな嘘を。本当なんだ。高校時代からずっと、久保屋は君が思うような男じゃない。信じてほしい。嘘よ。一星くんは高校の時から真面目でまっすぐで、いつも優しくて、私あの頃から彼を見ていたもの。ずっと好きだったんだから。新田くんなんかよりずっと彼のことを分かってる。後藤。もう、お帰りください。それから、二度と私の前に現れないで。顔を真っ青にして、今にも泣きそうな後藤が、震える手で出入り口を指さす。俺は目の前が真っ暗になりながら、最後の力を振り絞って胸ポケットから出した、あるものをテーブルに置いた。これ、置いていくから。何それ？ボイスレコーダー？そうだ。中にある音声を聞いてもらえたら、きっと信じてもらえると思う。初めて久保屋の浮気を目撃した日、後藤を救いたいと思ったから。
すぐさまレコーダーを用意して、わざと久保屋の近くをうろついて、女性社員をデートに誘う発言や、俺の他にも気に入らない社員を罵る発言を録音していたのだった。あの決定的な場面に立ち会ったのは全くの偶然だったが。嘘。声を震わせながら、後藤はレコーダーを手に取った。そして再生ボタンに指をかけて、音声が流れ始めた瞬間、思い切り床に投げ捨てた。一星くんの様子を知りたいって頼んだのは私。だけど、ここまでしてほしいとは頼んでないわ。頭を抱えて叫んだ拍子に、涙がポタポタと床に落ちた。俺は無言で床にかがみ、拾い上げたレコーダーを再びテーブルに置くと、そのまま出入り口に向かった。俺も見て見ぬふりができなかったから。え？後藤の言葉で救われたから、見て見ぬふりできないって。そんなことを言ってくれるのは君だけだったから、本当にすごく嬉しかったんだ。新田くん。このまま久保屋と結婚して、俺と同じ思いはしてほしくなかったんだ。ごめん、余計なことをして。さようなら、元気で。その一言と同時に、俺はドアを閉めた。せめて最後は笑顔で、と思ったが、うまく笑えていただろうか。確かなのは、この先当面は、心から笑えそうにないということだった。その後、俺の日常はまさに、どん底の一言だった。まったく、やる気だけが取り柄のようなものだったのにね、君は。それすら失って、もはや会社に来る意味はあるのかい、新田くん。すみません。二度とこのようなことは。いいんだよ、別に。むしろやめてもらった方がありがたいね。無能な高卒の代わりなんて腐るほどいるんだからさ。ああ。仕事は少しも手につかず、今までありえなかったようなミスを連発。もともと折り合いが悪かった部長からは、さらに目の敵にされるようになって。いっそ、本当に会社を辞めてしまおうか。そう考えるようになるほど、俺はギリギリの状態まで追い詰められた。二度と会いたくないという後藤の言葉が頭から離れなくて。そっか、これが失恋か。まだ知らないことがあったんだな。だけど、こんなに苦しいなら知りたくなかった。レコーダーを投げ捨てたとき、後藤も同じ気持ちだったんだろうか。今更ながら、自分の行動が正しかったのかどうか。俺がデスクで頭を抱えた、その時だった。新田、ちょっといいか。声をかけてきたのは、俺から後藤の会社の担当を引き継いだ同僚だった。どうかしたんですか？これ、後藤さんがお前に渡してくれって。え？同僚が差し出してきたメモ用紙を、俺は信じられない思いで受け取った。そこに書いてあったのは、新田くん、あの時はごめんなさい。数日後、メモにあった場所、後藤に指定されたバーに足を運ぶと、すでに彼女が待っていて、俺が隣に座るなり、深々と頭を下げてきた。あれから、レコーダーの中身を聞いたの。とても信じられなかったけど、新田くんが人を貶める嘘をつく人だとも、冷静になってみたら考えられなくて。すごくショックだった。本当に新田くんが言った通りだったから。あれから眠れていないのだろうか。うつむく彼女の目元には、はっきりとした濃いクマがあった。いつも下ろしているロングヘアは、今日は無造作に後ろでまとめてあって、心なしか最後に会った時より艶がないように見える。それでもやっぱり綺麗だと思った。一星くんとは大学も一緒で、彼の方から告白された時は、もう舞い上がるくらい嬉しくて、その頃にはもう女癖が悪いって噂は聞いてたのに。え？信じたくなかったの。ずっと目をそらしてきて、彼もたとえ浮気したって、いずれ社長夫人になれるんだから我慢できるよなって。それに両親も、早く孫の顔を見たいって言うし、だから、自分が我慢すればって？ううん。これは全部言い訳だと、後藤は泣きそうな顔で微笑んだ。本当は、長年の思いを捨てるのが怖かったから。十数年間たった一人だけを見てきて、30歳を迎えた今更、別の人と恋愛する勇気なんてない。久保屋と婚約破棄して、一人ぼっちで人生を過ごしていくくらいなら、
我慢した方がマシだと。それに、やっぱり私、彼を心から嫌いにはなれなかった。涙と一緒に、後藤はそんな本音を吐き出した。そんな彼女に俺は、自分でも予想していなかった言葉をこぼした。それでもいい。え？そう、綺麗だよ。誰が何と言おうと。すごく綺麗な髪だ、本当に。俺がごまかすように付け足すと、後藤はくすりと寂しそうに笑った。ありがとう。やっぱり褒められると嬉しい。髪だけじゃなくて、昔からずっと後藤は綺麗だよ。もちろん見た目もそうだけど、何よりも心が、優しくてまっすぐで、そんなところが、俺は、新田くん？俺は、あとたった一言なのに、ずっと好きだったの一言が、どうしても喉から先に出てこない。十数年間たった一人だけを見てきたのは、俺だって同じだ。婚約破棄したって一人ぼっちじゃないと、彼女に伝えたいのに。とうとう黙り込んでしまった俺を見かねたのか、後藤は話題を変えた。ねえ、一星くんのことだけど、他におかしな様子はなかった？え？実は以前から、妙に羽振りがいいと思ってたの。外車に腕時計、オーダーメイドのスーツ。お父さんに買ってもらったって言ってたけど、そのお父さんもすごく贅沢をしているみたいだし、失礼だけど、新田くんの会社は？彼女の言う通りだった。久保谷社長に買収されて以来、俺の会社は業績が下がりっぱなし。にもかかわらず、社長と久保谷の金遣いはエスカレートする一方。それを疑問に思い、後藤は俺に久保谷の様子を尋ねることで、それとなく探りを入れていたのだった。止められそうなら、婚約者として彼を止めようと思ったの。もしかして何か良くないことをしているんじゃないかって。不安そうに表情を曇らせる後藤。俺は意を決して、彼女に自分が知る真実を打ち明けた。落ち着いて聞いてほしい。実は、それから1ヶ月後、会社で臨時の取締役会が開かれるとの情報を受け、俺は会議室に向かった。それでは、ここにいる息子を副社長に任命するということで、重役たちに向かって、久保谷社長が採決を取る声が聞こえる。それと同時に、俺は会議室のドアを開けた。失礼します。お前は。新田、何の用だ？今は取締役会の最中だぞ。社長、そして、すでに取締役のような顔をした久保谷が、同時に声を上げる。俺は二人に構わず、重役たちの前まで足を進めた。君は誰だ？部署は？怪訝な顔をする専務に、自分は営業部の新田だと名乗る。そして俺は、彼の前に抱えていた荷物をどさっと置いた。どうか、副社長任命の前にご確認ください。そこにいる久保谷が、そして久保谷社長が取締役にふさわしいのかわかるはずです。なんだと？俺の言葉に久保谷親子は揃って絶句。重役たちも絶句した後に、顔を見合わせてざわめき始めた。俺は荷物を適当にそれぞれ重役たちへ配っていく。順番なんてどうでもいい。なぜなら、すべて久保谷親子の不正を証明する資料なのだから。まず、会社の資金に不審な流れが発見されました。調査したところ、会社とは無関係な口座へ資金が何度も移されていることが分かりました。口座の名義はとある企業ですが、それは久保谷社長が設立したペーパーカンパニーです。途端に社長の顔は青ざめ、さらに重役たちのざわめきが大きくなる。そんな中で淡々と、俺は資料の内容を読み上げていった。資金の横領に始まり、取引先から賄賂やキックバックの受け取り、経費の水増し請求、その他もろもろ。社長とその息子という立場をいいことに、久保谷親子はやりたい放題していた。二人の妙な羽振りの良さは、会社を無限に金が湧いてくる貯金箱代わりにしていたからだったのだ。それと、業務データにも改ざんの痕跡が見られました。実際の経営状況は、皆さんが把握されているよりはるかに深刻かと。黙れ！冷や汗をダラダラと流す久保谷が、俺の胸ぐらに掴みかかってきた。思い切り顔を近づけて、大声で尻滅裂にわめき散らしてくるが、
要約するとこの一言だ。高卒にそんなことがわかるはずないと。妄想も大概にしろよ、新田。お忙しい取締役の皆さんにご迷惑だろ。さっさと出ていけ。一世の言う通りだ。社長命令だ。その紙くずを回収して即刻消えろ。高卒の無能が。息子の短歌に社長も威勢を取り戻し、俺の肩を力強く突き飛ばした。大きく後ろによろめく俺。すると、それを背後で受け止めてくれる人物がいた。振り向くと、そこにいたのは、大丈夫か、春樹。社長。今は、ただの木下だよ。以前と変わらない、優しげな笑みを浮かべていたのは、久保谷社長によって、その座を追われた、元社長の木下さんだった。社員に乱暴はいけませんね、久保谷さん。それも、こんな優秀な社員に向かって。なんだと？社長をクビになって頭がおかしくなったか。負け犬の木下。そいつは優秀でもなんでもない。単なる高卒の大荷物だ。だから春樹を開発部から移動させたのか。そんなバカな真似をしなければ、ここまで業績が落ちることもなかっただろうに。何？怪訝な顔をする社長を見て、俺は木下さんと頷き合って、なぜ不正の証拠を集めることができたのか、そのネタばらしをすることにした。不審な資金の流れ、賄賂やキックバックを要求するメール、重要データの書き換え、それらはすべて、あるシステムによって把握されていたからです。システム？はい。ある人物が作成した、横領など企業内部で想定される不正を防止するシステムです。社内の PC を使った不正が起これば、理論上は 100% の確率で検知できます。それも、不正をした本人には気づかれることなく。はっ、バカな。そんなものが作れるとしたら、その人物とは天才だな。俺の言葉を嘲笑う社長。すると木下さんは、はははと大きな笑い声を上げた。何がおかしい、木下。バカはあんただよ。そんな天才を営業に回して、みすみす会社のチャンスを潰したんだから。なんだと？そのシステムを作ったのは、春樹だ。ここにいる天才システムエンジニアだよ。え？社長も久保谷も、重役たちまで。全員が目を見開いて、俺に視線を集中させた。まるで何かまずいことでもやらかしたようで、俺は苦笑いしながら、かつて木下さんが天才と呼んでくれた時のことを思い出していた。俺はまだ、幼い頃から全く周囲に馴染めない子供だった。例えば、同年代の子供たちが喜んで遊ぶおもちゃに、俺は全く興味が持てなかった。彼らと一緒に遊びたいとも、会話したいとも思えない。いつも一人でポツンと図鑑などを読んで過ごしていた。そんな息子を変だと思った両親は、俺を病院に連れて行ったのだが、そこで告げられたのは、IQ が200近くあるという検査結果だった。いいか、春樹。自分を特別だなんて思うな。いくら頭が良くても、周りとうまくやれないと社会じゃ生きていけないんだぞ。IQ がどうとか、他の子に言っちゃダメよ。おかしな子だって思われるから。両親は、息子が異常だと認めるのが嫌だったらしい。みんなと仲良くしなさい。周りと同じ行動をしなさい。そんなことばかり言い聞かせて、俺を普通の子として育てたがった。俺が少しでも子供らしくない言動をすれば、あからさまに嫌な顔をして、外に出れば、周りの誰もが自分よりずっと幼く感じて、どうしても馴染むことができない。こうして俺は、家でも学校でも孤独な日々を送った。やがて高校3年になると、俺は教師の反対を押し切って就職を選んだ。同年代がダメなら、早く大人たちの社会に入りたい。そうすれば、自分を理解してくれる人と出会えるような気がしたから。そして、俺は出会った。へえ、独学でプログラミングを。大したもんだな。こりゃ天才ってやつだ。高校時代、初めて優しくしてくれたのが後藤なら、木下さんは初めて俺を認めてくれた人だ。彼は採用面接で、たった一人だけ、俺の話をまともに聞いてくれた。そして、社員たちの反対を押し切り、俺を SE として採用してくれたのだった。さぞ今まで生きづらかっただろうな。そんな中でも頑張ってきた。お前は大したもんだよ、春樹。
頭がいいのもそうだが、俺はその根性が気に入ったんだよ。お前が会社で生きやすいよう、社長としてできる限りのことをやっていくから、どうか春樹らしく、この会社のために頑張ってくれないか？はい、頑張ります、社長。人前で泣いたのは、この時が生まれて初めてだった。そして、木下さんは約束を守ってくれた。コミュニケーションが苦手な俺のために、飲み会や親睦会には出席しなくていいという、社長命令を出してくれた。また同時に、同僚たちとの仲立ちを率先して引き受けてくれた。社長のおかげで仕事に集中できた俺は、画期的なシステムの開発に次々と成功。その実績から同僚たちにも認められ始めたところで、ある一大プロジェクトに着手した。それが企業内の不正を検知するシステムの開発だ。完成すれば大きな話題を呼び、会社も飛躍的に成長することは間違いない。そう期待していた矢先、会社は買収され、木下さんは社長を退任。俺は、高卒にシステム開発などできるはずがないという久保谷新社長の一声で、営業部へ移動する羽目になったのだった。そうか。あれを自力で完成させたんだな、春樹。感慨深い面持ちで、木下さんが俺の肩に手を置く。その手に自分の手を重ねて、俺もうなずいてみせた。まだ試作段階ですが、それにここまで来れたのも俺一人の力ではなくて、開発部のみんなが社長たちに隠れて協力してくれたおかげです。そうか、みんなが。すみません。あと少し早ければ、買収も防げたかもしれないのに。いいさ。おかげで、誰かさんらが身をもってお前の才能を証明してくれた。な。いつも穏やかだった木下さんが、ぎろりと鋭い目で睨みつける。睨みつけられた社長と久保谷は、二人とも顔面蒼白で、ほとんど同時に尻餅をついた。そんな二人を、続々と席を立った重役たちが取り囲んで、ふと、専務が俺たちの方を振り向いた。新田くん、さらに詳しく話を聞きたい。頼めるかな？はい。木下さんにもこの後の会議に参加していただきます。どうやら社長に復帰していただくことになりそうなので。ああ、もちろんだとも。木下さんが大きくうなずくと、社長はついに最後の気力を失って、がっくりと肩を落とした。そんな父親の姿に、久保谷は親父と弱々しい声でつぶやいて、すみませんでした。全部話します。やはり、がっくりと肩を落とすのだった。その後、久保谷社長の悪事が明るみになり、取締役を解任されたことで、彼のお気に入りだった社員たちは大慌て。その大半が社内で問題を起こしていたため、会社は久保谷も含めて彼らを一斉に解雇した。威張り散らしていた久保谷派が一掃されたことで、社内は見違えるほど風通しが良くなった。俺は社長に復帰した木下さんの社長命令により、再びシステム開発部で働けることに。同僚たちには温かく迎えられ、また今回の件で専務たちに実力を認められた結果、満場一致でプロジェクトマネージャーに抜擢されるという昇進を果たした。今は同僚たちと共に少しずつ、けれど着実に会社の業績を回復させつつある最中だ。さらにその後、久保谷親子は横領など様々な罪によって逮捕されることになった。有罪は確実とのことで、今後は刑務所で罪を償うことになりそうだ。しかし、出所後は会社に対する莫大な賠償金の支払いが待っている。すべての償いを終えるには、きっと一生に近い時間が必要だろう。まずは、お疲れ様、新田くん。久保谷たちの問題に一応の型がついた後、俺はあのバーで後藤と再会した。カウンターで俺を待っていた彼女は、なんと、ロングヘアを首元でバッサリと切り落としていた。かなり印象が変わったでしょ？みんなに驚かれるの。何かあったのって。ああ。婚約者が逮捕されるという人生を揺るがすような大事件があった後なのに、後藤は妙にすっきりした、いっそ晴れやかなくらいの表情を浮かべていた。その理由は、振ったの。自分から。一星くんのこと。逮捕される直前に、向こうから会いに来たんだけど、俺のことが好きならかくまえってすがってくる姿を見たら、完全に吹っ切れちゃった。なんで自分はこんな人をずっと好きだったんだろうって。
彼より素敵な人なんて、いくらでもいたのにね。最後の一言を口にするとき、後藤はまっすぐに俺の目を見ていて、俺は30年間生きてきた中で、一番大きな音を立てて心臓が跳ねた。髪、また伸ばした方がいい？いや、綺麗だよ。短くても、すごく。ありがとう。じゃあ、二人ともお疲れ様ということで、乾杯。グラスをカチンと合わせながら、にっこりと嬉しそうに微笑む。その仕草が、その表情が、見とれるほど綺麗で、俺の中で再び、あの気持ちが湧き上がってきた。後藤、ねえ、新田くん。それでもいいってどういう意味だったの？言ってくれたでしょ？前にこのバーで。ずっと気になってたの。それは。ねえ、教えて。だんだんと、その体が俺の方に寄ってくる。その整った顔が、短くなっても綺麗な髪が、今にも触れそうな距離に迫ってきて、俺はついに白状するしかなかった。君が誰を好きでも、俺は、多分ずっと君のことが好きだって、そう言おうとしました。多分？いや、絶対に、君が他の誰かと結婚しても。いいの？嫌だ、しないでほしい。他の誰とも。今度は自分でも驚くほど、素直に言葉が出た。そして、それを待っていたかのように、ポタッと、俺の手に雫が落ちた。わかった、しない。私のこと、もう名字で呼ばないなら。目にいっぱいの涙を溜めて、後藤、綾が微笑む。そして、春樹くん。初めてその声で俺の名前を呼んだ。だから俺は、その手に自分の手をそっと重ねた。綾さん、俺と結婚を前提に付き合ってください。いつか彼女の傷が完全に癒えたら、その時はちゃんとプロポーズするつもりだ。他の誰ともしないでほしい、ではなくて、俺と結婚してくださいと。きっと彼女も、今のようにとびきりの笑顔でうなずいてくれるはずだから。どんなものも、そして人も、あるべき場所に置かれてこそ、本来の輝きを放つものだと思う。どれだけ思っても報われない、悲しい恋を自分で終わらせた女性を、俺は知っている。今の彼女は、以前よりもっと、輝くほどに綺麗だ。それは俺が、彼女にとってのあるべき場所だったから。そう信じてもいいだろうか。そして俺もまた、自分の力を十分に活かせる場所に戻ることができた。今は目の前がキラキラと輝くような、とても充実した日々を送っている。そしてこれからも、そんな日々が続いていくなら、俺は出し惜しみすることなく、自分の力を全力で発揮していくつもりだ。もうお前とは終わりだ。離婚するぞ。遅い時間に帰宅した夫は酒でも飲んできたのか、赤ら顔で切り出してきた。ついにその時が来たと思った。予想はしていたけど、やっぱり離婚の二文字を口に出されるとショックを隠せない。とっくに破綻していた夫婦生活、いつ離婚を切り出されてもおかしくはなかった。家では強気に出るくせに、本心は小心者の夫は離婚を告げるために酒の力を借りたのだろう。親父の資産は全部ひっくるめて5億だ、5億。だがお前には一銭たりとも渡す気はない。離婚して他人になったら無関係だからな。お前に規制されるのはもううんざりだ。夫はここぞとばかりに早口で言い切った。規制だなんて妻にかける言葉だろうか。だいたい私だって働いている。夫は一発の仕事として認めようとしないだけ。ソファーに座っていた私はゆっくりと立ち上がった。つけっぱなしのテレビの音声も耳に入らない。緊張で手が震える。しっかりしろ私、と自分自身を励ました。この時点から光一は私の夫ではなく敵となった。これからの人生のため、勇気を奮い起こして戦っていかなくちゃならない。私の名前は吉田陽子、45歳。独身のまま30代半ばを過ぎて、結婚は諦めかけていた。それが変わったのは、久しぶりに会ったおばさんにお見合いを勧められたから。相手は資産家の一人息子。
数年前に母を亡くして父親と二人暮らし。しかも名の知れた企業に勤務している。どうして今まで独身だったのか不思議なくらいの有料物件よ。おばから強引に勧められて、私は仕方なくお見合いを受けることにした。10歳上の光一は奥手で女性に慣れてなさそうだった。酒もタバコもギャンブルもやらない、仕事一筋の堅物人間。ギャンブルにはまって借金を重ねた夫に愛想を尽かし、離婚した友人がいる。お金にだらしない男だけはやめておいた方がいい。そんな忠告を受けていたのもあって、真面目すぎるほどの光一は悪くはない印象だった。独身のまま年をとって孤独な老後を迎えることに不安を覚えるようになっていた。年齢的に子供を望むのは難しいけれど、残りの人生のパートナーとしては望ましいのかもしれない。私は光一との結婚を決めた。若い子のような新婚生活は望むべくもなかったけれど、初めの頃は穏やかに過ごせていたと思う。それから8年、私は光一と結婚したことを後悔していた。ただいま。今日もまだ帰ってないか。新居は夫の実家近くにあるマンション。光一の家は代々の地主で、新居も義父の持つ物件だった。家賃もローンも不要で、光一の年収は高い。結婚生活自体は経済的に恵まれていた。だからといって、私には専業主婦になる選択肢はなく、独身の時と変わらず、介護の仕事を続けていた。介護の仕事は給料は低くてハード。しかも常に人手不足。でも、今の介護施設は比較的人間関係に恵まれている方だったから、辞めようとは思っていなかった。真っ暗な我が家に明かりを灯し、私は夕食の支度を始めた。一日の仕事を終えて疲れていたけど、さっきから空腹を主張するようにお腹がグーグー鳴っていた。どうせ食べるのは自分だけだから手抜きで済ませる。短時間で作り上げた食事を一人テーブルに向かって食べ始めた。虚しい。これじゃあ独身の頃と変わりない。最初の頃はどんなに遅くても二人で夕食をとっていた。今まで外食かコンビニ弁当で済ませてばかりだった光一は、私の作る家庭料理に感激し、美味しいと喜んでくれたもの。いつしか光一は変わってしまった。付き合いでお酒を飲むようになったのもきっかけの一つだったかもしれない。まだ初めの頃は家で食べられなくなったら連絡をくれた。そのうちに連絡が漏れるようになり、食事の支度する上で困るから苦言を呈すると不機嫌になった。何度も言っているうちに光一は爆発した。家の食費は俺の給料だし、俺の金で食べてくるんだ。何が悪い？事実は違っていた。お互いの収入から決まった額の生活費を入れて、残りは別々の口座に貯金している。光一に負担してもらっているのは税金や光熱費などの口座引き落としだけ。それなのに光一は私の仕事を頑なに認めようとはしなかった。給料が低いから介護なんて大したことしてないと高をくくる。介護がどれほど大変か説得しようと試みた私だけど、人の話に耳を傾けようとしない夫の態度に呆れ、諦めた。結婚して分かったこと。光一はお金にすごくこだわる。結婚前に数回食事をしたのも含め、今まで一度もおごってもらったことはない。それは別にいい。お互い仕事を持ついい大人だから。1円単位で割り勘をするのは細かいなと思ったけど、お金にルーズな人よりはマシと思っていた。夫婦生活を送るようになると、やたらと難癖をつけるようになった。電気をつけっぱなしにするな、すぐに消せと、こと細かに言うのはマシな方で、やれ光熱費がもったいないからエアコンをつけるな、お風呂に湯を張るな、人への贈り物をはじめ、交際費にもケチをつける。家電や家具が壊れかかっても、まだ使えなくもないからと買いたがらない。とにかく、お金がかかることはしたがらない。光一がそうなったのにも理由がある。結婚の挨拶に行って会った義父は、穏やかな印象で、高校野という言葉が似合いそうな老人だった。だけど、
非常にお金に厳しい人だったらしい。お金持ちだからたくさんお金を使うというわけではない。むしろその逆。無駄遣いを極度に嫌い、家族への出費さえも出し渋る。学費を除けば、光一の欲しいものは何も買ってもらえなかった。バイトで稼ぐしかなくて、お金に苦労した学生時代を送った。そういう人生を送ってきたから、度がつくほどケチなのはわかるのだけれど、一緒に暮らしている私はストレスがたまる一方だった。一人寂しい夕食を終えたところで、光一が帰宅した。腹減った。俺の飯は？食べ物の匂いが残っていたのか、光一はくんくんと匂いを嗅ぎながら言った。ないわよ。あなた私が用意しても外で食べてきちゃうじゃない。図星をつかれた光一は、かえってムキになって言い返してくる。亭主が疲れて帰ってきても食事の支度すらできない。それで妻の務めを果たしていると言えるのかよ。生活費だって渡しているのに。せっかく2人分作っても、途中で食べてきたのか知らないが、光一が家で食事を取らない日が増えた。だったら、食材がもったいないので最初から作らないに限る。だが、たまに食べずに帰ってくると、こんな言い合いが発生する。わかったわよ。今から作るから。もういい。他人の世話はできるくせに、家では亭主の世話すらできない女の料理なんぞ食いたくもない。外で食べてくる。光一は乱暴にカバンを放り出すと、入ってきたばかりのドアを開けて出て行ってしまった。シーンと静まった部屋で、私はしゃがみ込んで頭を抱えた。まただ。光一は生活費にこだわるくせに、仕事と家事を両立させている私の苦労にはちっとも見向きしない。結婚して数年で、光一の身勝手さが目につくようになった。最近は口を開けば喧嘩ばかり。一つでも気に入らないことがあれば、光一は口を歪めて私を罵る。妻として、いいえ、もはや一人の人間として認めようとはしない。私たちの結婚生活は完全に破綻していた。私は仕事が休みの日や、早く上がれる日は義実家に行く。義父の介護のためだ。80歳を超えた義父は、数年前に大病を患って、体が弱った上に足も悪い。普段は通いのお手伝いさんがいるが、私もこまめに通っている。生活の介助を行うのは、義理の娘としての義務だと思っているから。陽子さん、いつも悪いね。休みの日にこんな年寄りの世話させて。いいえ、全然気にしていませんよ。お父さんにはまだまだ元気でいてもらわないと。はは、ありがたい。そんなこと言ってくれるのは陽子さんくらいだ。義父を車椅子に乗せて庭を散策する。広い庭は見事な植栽に囲まれていて、四季折々の姿を見せるのが楽しい。体を壊すまで義父は丹精込めて庭の手入れをしていたという。そんな義父の話を聞きながら庭を散策するのは、私にとって決して嫌な時間ではなかった。ところで、光一とは最近どうだ？光一さんとは、あまり、口ごもり、顔を曇らせた私を見て、義父はおおよそを察したのだろう。義父と光一の仲が険悪なのは知っている。私と結婚するまで、光一が父と暮らしていたというのは正しくない。義母が亡くなってから、光一は離れで過ごしていたようで、食事も別。同じ敷地内に住んでいても、ほとんど会話はなかったらしい。義父が手術のために入院しても、介護が必要となっても、息子である光一は一切顔を出さない。すべて人任せ。介護の仕事をしているからわかる。資産がいくらあっても、孤独な老後は辛いもの。早くに両親を亡くしていた私にとって、義父は父親代わりのように感じていたのかもしれない。だから私は、せめて義父の孤独を癒してあげたいと思っていた。こんないい嫁さんをもらったというのに、こいつのやつあんな。珍しく義父は息子に対して憤りを見せていた。もはや親子の仲を修復することなど諦めていたはずなのに。日が陰ってきたので散歩を切り上げて屋敷に戻った。いつものように食事の支度に取り掛かろうとした私に、義父は頼み事をしてきた。
言われるがままに引き出しの中から取り出したのは A4 サイズの厚みのある封筒。必要な時が来たら好きなように使いなさい。義父がそう言うのならば、この中身は意味があるものなのだろう。私はうなずいて封筒を受け取った。私が義父とまともに会話したのは、その日が最後になった。数日後、義父危篤の知らせを聞いて、私は職場から病院に駆けつけた。突然自宅で倒れて意識が戻らないという。私が義父を見たときは、集中治療室で何本もの管が体に通されていた。同じ知らせが届いているはずなのに、いつまで待っても光一はやってこなかった。どれだけ冷たいのか。私は光一の人間性を疑いたくなった。治療の甲斐なく、数日後に義父は亡くなった。光一がやってきたのは亡くなった後。実の父親が亡くなったと聞いても、光一は表情一つ変えることはなかった。葬儀では光一が喪主を務めたが、一切を業者に任せ、あくまでも事務的に進めていた。全く親しくなかった他人の葬儀に嫌々ながら出ているようにしか見えなかった。義父の葬儀が終わった後、光一とはろくに話をしない日が続いた。というのも、連日のように帰宅せずに外泊していたから。そして四十九日が終わった直後、光一から離婚を切り出された。今まで我慢して夫婦を続けていたのも、お前が親父の介護に必要だったからだ。もう介護要員も必要ない。5億の遺産を相続したら、今度は若くて愛想のいい妻をもらおうかな。光一は判を押した離婚届をちらつかせながら嫌みったらしく言ってきた。妻に介護を負担させていたのはヘルパーに頼む金をケチっていたから。それは分かっていた。光一の目論見と違って介護は私自身が望んで言っていただけ。とはいえ人をバカにするのも程がある。用済みになったからといって結婚した相手を平然と切り捨てるのか。私はこみ上げてくる怒りを懸命に抑えて平静を装った。介護の仕事で忍耐力が培われていたのが役立った。いいわ。離婚届は一旦預かって後で持っていくから。なんだよ。今ここで判を押してくれれば済むのに。光一は今すぐにでも離婚したがっていたが、私は正式な離婚は後日と押し切った。家にほとんどいなかった光一は知る由もないだろうが、すでに私はある準備を進めていた。今はまだ手札が足りない。その時が来たらきっちりと引導を渡すつもりだった。荷物をまとめてマンションを出た私は、一旦ビジネスホテルに宿泊した。一人で住む物件を探すのと並行して、光一との決着をつけるための準備に勤しんだ。一向に離婚届を返さない私に業を煮やしたのか、光一からしつこく催促が来たが、私はのらりくらりと返答を先延ばししていた。光一を呼び出したのは1ヶ月後だった。おい、一体どういうことだ。待ち合わせに指定したのは近くの喫茶店。私が一人で来ると決めつけていたのだろう。隣に私と同年代のスーツ姿の男性がいたことに、光一は驚きを隠せないようだった。まさか、浮気していたのか？ざれ言としか思えない光一の言葉を無視し、席を指し示して座らせる。この度、吉田陽子様の弁護を担当させていただいております。着席して名刺を受け取った光一は、落ち着かない様子で私たちを見比べ、貧乏ゆすりを始めた。離婚には同意するんだろう？弁護士を呼ぶなんて何の真似だ。離婚に際してご主人の不貞に対する慰謝料を請求いたします。根拠としましてはこちらに。封筒から取り出された写真付きの資料がテーブルに並べられていく。それを目にした光一の顔が青ざめていった。だいぶ前から光一は浮気をしていた。相手は同じ会社で勤務する派遣社員のシングルマザー。30歳になったばかりで若い。下手したら親子くらいの年齢差。しかも市内在住であることには驚いた。仕事が遅くなった時や飲み会の帰りが一緒になり親しくなったようだ。
独身の頃の光一は、女性に縁がなかったのも納得できるくらい、容姿に無頓着だったが、多少は身だしなみを整えるようになった。だから、会社の女性が目をつけるようになったのかもしれない。それが、私と結婚してからというのが皮肉だ。光一が浮気しているのは義父から教えてもらった。代々の地主だから、地元では顔が広い。光一が妻以外の女と仲睦まじい姿を見かけた人がいて、義父にご中心に及んだのだろう。義父が念のため、更新所に調査を依頼したら事実だった。地元で浮気していれば、知っている誰かに見られることもある。光一が迂闊だっただけだ。私は義父が依頼していた更新所に引き続き調査を頼んだ。その結果、言い逃れようのない決定的な証拠を手にした。テーブルに並べてあるのがそれだ。特に浮気相手の子供も交えて3人で出かけている写真を見たときは衝撃を受けた。結婚するとき、子供は作らないと約束した。なのに、この男はよその女と家族ごっこに興じていたのだ。私は絶対に許せなかった。だから、私は相場よりも高い慰謝料をふっかけた。提示された書類に目を落としていた光一は、顔を上げて私を睨みつけた。はっ、どうせ離婚するつもりだったんだ。これくらいの金、どうにでもなる。なんせ俺には5億が手に入るからな。あれだけお金にうるさかったのによくここまで変わるものだ。もうすぐ大金が入ることで気が大きくなったのだろう。浮気を暴露された上、多額の慰謝料を請求されても、光一は悪びれることなく開き直った。そこで弁護士がすかさず言った。うちの事務所では吉田様の遺産相続も担当しておりまして、生前に書かれた遺言書を預かっています。結論から申し上げますと、遺産はすべて陽子様が受け取るように記されています。弁護士の言葉を耳にした光一の顔は見ものだった。目を見開き、あんぐりと口を開けたまま固まって動けないでいた。数ヶ月後、私は無人となった義父の屋敷と土地、さらには住んでいたマンションまで一切売却した。義父から受け取った書類には手続きをする際の連絡先まであったので、一から探す手間が省けて非常に助かった。光一には遺産が全く手に入らなかったわけではなく、遺留分が残されていた。早期退職したので退職金も手に入ったはず。しかし、光一の分だけでなく、浮気相手の慰謝料まで肩代わりしたので、だいぶ目減りしたようだ。冷静に考えれば、親子ほど土地が離れている上に資産は少なく、仕事にもついていない相手と結ばれたいと思う女性はいないだろう。光一は浮気相手から別れを告げられたらしく、私にすがりついてきた。なあ陽子、やっぱり俺たちやり直さないか？かつては愛を誓い合った仲じゃないか。陽子もこれからの長い人生、一人で過ごすのは寂しいだろ。これからは俺も家事を覚えるからさ、一人よりも二人で暮らした方がいいに決まってる。本人は復縁のメリットを説いているつもりだが、金目当てで私を頼ろうとしているのは明らか。光一にはほとほと愛想が尽きていた。離婚して他人になったら無関係だからなと自分で言ったのをお忘れですか？これ以上しつこくするようでしたら、警察に通報した上で改めて慰謝料を請求しますよ。離婚後は相手の生活に干渉しないと取り決めてある。過度な連絡は慰謝料を請求するとも。警察、慰謝料というキーワードを耳にした光一はがっくりして去っていった。仕事も住む家さえも失った光一がどこでどう暮らしているのかわからない。知りたいとも思わない。私は光一と縁が切れてすっかり解放された気分になれた。5億近い大金を手にした私だけれど、すべて貯金や投資に回して介護の仕事は変わらず続けている。分相応の大金を手に入れたからといって身を持ち崩してはいけない。義父が残した手紙にも私への配慮が十分すぎるほど綴ってあった。結婚相手には失敗したけれど、今の私が何の心配もなく暮らしていけるのは義父のおかげ。私は義父の教えを忠実に守り、これからも人の縁を大切にして生きていきたいと思っている。
植松さん、この店、閉めることになりました。そう言って俺は、常連客の植松さんに頭を下げた。彼女はうちの店の数少ない常連のお客さんだ。そう、それはとても残念だわ。悲しそうな顔でそうつぶやく植松さんの顔を見たら涙が出そうになって、俺はわざとらしく明るい声を出す。せっかく植松さんみたいな綺麗な人が常連さんになってくれたのに、閉めることになるなんて不甲斐ないっすね。ははは、と笑ってみせるが、自分でもわかるほどぎこちない笑い方になってしまった。そんな俺の顔を見て、植松さんが遠慮がちに尋ねた。余計なおせっかいかもしれないけれど、何か事情があるなら聞かせてもらえないかしら。常連さんにこんな話。でも、俺はきっと誰かに話したかったんだ。話すことで気持ちに一区切りつけたかった。この時、誰が予想しただろう。俺の話を聞いた彼女が、まさかあんな事件を巻き起こすなんて。俺の名前は中田進。地元で小さなラーメン屋を営んでいる。俺は小さな頃からラーメンが大好きだった。将来ラーメン屋さんになるという夢は大きくなっても変わらなかった。父さんには夢なんて追わずに堅実に会社勤めをしろ。ちゃんとした会社に入って母さんを安心させてやれと何度も言われ続けた。母さんや弟たちは俺の夢を応援してくれたけど、父さんとは顔を合わせると喧嘩ばかりで、高校卒業と同時に俺は家を飛び出した。修行をさせてもらえるラーメン屋を探して、お店のご主人に頼み込んで、住み込みで働かせてもらった。休日は研究のため、各地のラーメン屋を巡って、それ以外の日はラーメン作りの修行。毎日毎日ラーメンのことを考えて過ごしていた。修行の日々を乗り越えて、ようやく独立のお墨付きをもらい、店の開業を決意した。俺は母さんだけには報告しようと思い、数年ぶりに立ち寄った実家で、運悪く父さんと遭遇してしまった。お前に経営がわかるのか？立ち行かなくなってからでは遅いんだぞ。開口一番、小言を言ってくる父さんに嫌気がさした。そんなこと、父さんに言われなくてもわかってる。いいや、お前は何もわかっていない。ままごと遊びでないというなら証明してみせろ。は？証明？そうだ。母さんたちがどれほど心配していたか知りながら連絡もせず、好き勝手やってきたことの結果を出してみろ。期限は1年だ。そうしたら私もお前の本気とやらを認めてやる。父さんの許可など必要ないと思ったが、母さんたちに心配をかけたのは事実だ。たったの1年で結果を出す。それがどれだけ大変なことか。俺にだって分かってはいたが、父さんにここまで言われて引き下がるのは癪だった。やってやるよ。俺は絶対に1年で有名店になってみせる。見てろよクソ親父。そう短歌を切って、俺は実家を飛び出した。あれから半年以上が経った。正直状況は良くない。常連さんも数えるほどだし、インターネットのレビューもパッとしない。味には自信がある。麺やスープはもちろん、トッピングの材料にもこだわっている。毎日の研究も怠ったことはないし、休日もいろいろなお店に足を運んで、自分の店と比べては
気づいたことを反映する努力をしてきた。だけど、一向に客足は伸びない。やっぱり、俺は力不足なのか？約束の期限が迫っている。それだけじゃない。このままだと、店の維持だって危うい。日が過ぎるごとに、俺の焦りは強くなっていった。父さんに頭を下げれば、助けてくれるかもしれない。でも、そんなことは絶対にしたくない。俺の意地もあるけれど、実家には育ち盛りの高校生の弟と中学生の妹がいる。二人の将来に水を差すような兄貴にはなりたくない。弱気でどうする俺。気合を入れるためにパンパンと頬を叩く。力を入れすぎて、ちょっとヒリヒリする。ふふ、随分と張り切っているのね。店の入り口から涼やかな声が聞こえてきた。ああ、植松さん。いらっしゃってたんですね。気づかなくてすみません。恥ずかしい場面を見られた俺は、赤くなった顔を隠すように、思い切り頭を下げた。いえ、営業時間中に難しい顔をされていたので、声をかけるか迷ってしまって。そう言って、店内の時計をちらっと見上げた植松さんにつられて、俺も時計を見る。昼の休憩時間はとうに過ぎ、午後の営業時間が始まっていた。うわぁ、すみません。すぐにお水ご用意します。はい、お願いします。そう言って、植松さんは空いている席に座った。植松里香さん。数少ない常連のお客さんだ。若い女性がうちの店に来るのは珍しくて、すぐに顔を覚えてしまった。正直な話、すごく綺麗な人だったから忘れられなかったんだけど、植松さんはかなりのラーメン通で、近隣のお店はほぼ網羅しているらしく、ラーメンについて話をするうちに気さくに話せる仲になっていった。他の常連さんともよくラーメン談義を繰り広げ、俺もこっそり耳を傾けては、その観察眼に感心していた。改めて、いらっしゃいませ。今日のご注文は何にされますか？お水を植松さんの前へ置き、注文を尋ねる。今日は、醤油ラーメンをお願いします。にこりと微笑む植松さんを見て、俺は思わずドキドキしてしまった。今日の営業も問題なく終了した。店の外の明かりを消し、のれんを下げて売上集計に移る。レジから出てくるレシートには、いつもと似たり寄ったりな金額が印字されていた。まずいなあ、このままじゃ。俺はカウンターに突っ伏す。結果を出さないと、父さんを見返すことも、母さんたちを安心させることもできない。ふと、昔の記憶が蘇った。まだ俺が幼かった頃、父さんと母さんと家の近くにあるラーメン屋によく行っていた。注文を終えると、俺は一目散にカウンターによじ登り、ラーメンを作る親父さんの姿をワクワクしながら眺めていた。テキパキとした動作で、どんどんラーメンが作られていく。出来上がったラーメンは、どれもキラキラ輝いていた。親父さんが作るラーメンをみんなが食べて笑顔になる。美味しいの言葉に、親父さんも笑顔になる。そのすべてが、幼い俺には魔法のように見えた。ラーメン屋からの帰り道、父さんと母さんと手をつなぎながら、俺は将来ラーメン屋さんになる、と話していた。ニコニコと俺の話を聞いていてくれた父さんと母さん。進は頑張り屋さんだもの。
きっとなれるわよ。母さんが優しく微笑みながら言った。進むが、父さんが俺の頭を撫でながら言った。うん、絶対約束する。俺は元気よく答えた。あの時、父さんはなんて言ったんだっけ？俺は何を約束したんだ？そこで目が覚めた。いつの間にか眠っていたらしい。こんなところで寝ていたら、明日の営業に支障が出てしまう。俺は、目の前にあったレシートや帳簿を手早く片付け、帰宅を急ぐべく、店の閉店作業へと取り掛かった。翌日、寝不足の体を引きずりながら、今日の営業の準備に取り掛かろうと店へ入ったその時だった。ポケットにしまっていたスマホが鳴った。こんな朝早くから誰だよ。まだぼーっとする頭で画面に表示された相手も確認せずに通話ボタンをタップした。はい、中田です。しばらくの沈黙が流れた。どちら様ですか？思わず怪訝な声が出る。朝早くから無言電話なんて勘弁してくれ。なおも答えない相手に痺れを切らし、通話を切ろうかと考えていたら、ようやく返答が返ってきた。進む、久しぶりだな。父さん？数ヶ月ぶりに聞く父さんの声。久しぶりでもわかるほど、父さんの声は暗く沈んでいた。父さん、何かあったの？父さんの様子に胸騒ぎを感じた。父さんが会社をクビになる？俺は思わず大きな声を出してしまった。あのクソがつくほど真面目な父さんが会社をクビ？電話から聞こえてくる父さんの声が、ことの深刻さを物語っていた。でも、信じられなかった。すまない、進む。お前には迷惑をかけたくなかったのに、本当にすまない。父さんの悲痛な声を聞いて、俺も胸が苦しくなってくる。わかってるから、もう謝らないでくれ。こんな状況なら、俺ももう好き勝手なことはできない。父さんから聞いた話はこうだった。身に覚えのない横領の訴えが報告されたこと。調査が終わるまで自宅謹慎が命じられたこと。証拠、証言が多く、訴えが確実となれば、下される処分はおそらく解雇処分となること。何一つ身に覚えがないと身の潔白を訴えたが、調査後まで弁明は受け付けないと突き返されたこと。父さんがそんなことをするはずがないと、俺も家族も信じている。だが、何かの間違いで身に覚えのない罪が確定してしまったら、父さんは会社を辞めざるを得ない。それに、そんな理由で解雇処分なら、次の就職先だって簡単に見つかるわけがない。そうなったら、母さんや弟、妹の生活はどうなる？覚悟を決めるしかなかった。父さん、俺、店を閉めて家に戻るよ。それでちゃんと就職する。だから安心して。俺の言葉を聞いた父さんは、電話の向こうで泣いているようだった。父さんとの電話を切って、俺はしばらく呆然としていた。こんなことになると、誰が想像しただろうか。独立を祝ってくれた、師匠とおかみさんの顔が浮かぶ。師匠、おかみさん、お世話になったのに、すみません。涙で視界がにじむ。その時だった。すみません。入り口に植松さんが立っていた。あ、すみません。
もうそんな時間でしたか？お客さんを待たせていたことにも気づかないとは。店主失格だ。謝ろうと、急いで立ち上がったところで、植松さんに制止された。いえ、まだ営業時間ではありませんから大丈夫ですよ。たまたま通りかかったら、ドアが少し開いていたので、何かあったのかなと思って、声をおかけしたのです。大丈夫ですか？俺の様子を見て、心配そうに声をかけてくれた。大丈夫です。俺がちゃんとドアを閉めてなかったみたいで、ははは。そうですか。それならよかったです。俺は涙ぐんでいたことを隠すように、笑って返したが、植松さんの顔からは、心配そうな表情が消えなかった。遅かれ早かれ伝わることだ。俺は、店を閉めることを伝えた。植松さん、いつも来てくださってたのに、すみません。急な事情で、店を閉めることになりました。そう、それはとても残念だわ。悲しそうな顔で、そうつぶやく植松さんを見たら、涙が出そうになって、俺はわざとらしく明るい声を出す。せっかく、植松さんみたいな綺麗な人が常連さんになってくれたのに、閉めることになるなんて、不甲斐ないっすね。ははは、と笑ってみせるが、自分でもわかるほど、ぎこちない笑い方になってしまった。そんな俺の顔を見て、植松さんが遠慮がちに尋ねた。余計なおせっかいかもしれないけれど、何か事情があるなら、聞かせてもらえないかしら。このまま終わらせようと思っていたのに、不思議と植松さんには話してもいいのではないかと思えた。店を開くまでのこと、家庭の事情、父親の突然の解雇、事情を話す俺の言葉に、植松さんは静かに耳を傾けてくれた。辛い話をさせてしまって、ごめんなさい。でも、話してくれてありがとう。いえ、俺の方こそすみませんでした。でも、植松さんに聞いてもらえて、少し前向きになれました。そう言って笑顔を作る。植松さんには、かっこ悪いところを見せたくなかったけど、せめて、最後くらいは笑ってお別れしたかった。あなたの力になれたのならよかった。私から提案があるのだけど。俺を見つめる植松さんの顔が不敵な笑みを浮かべた。翌日、最後の営業をするため店を開け、これまで以上に心を込めてラーメンを作った。常連さんには今日で店を閉めることを告げ、これまでの感謝を伝えた。常連の皆さんも別れを惜しんでくれたが、俺のことを応援していると温かい声をかけてくれた。短い期間だったが、俺のラーメンで笑顔になってくれた人たちがいたこと、夢を叶えることができたこと、支えてくれたすべての人に感謝しながら、最後の営業は終わりを迎えようとしていた。店を閉めようとのれんを下げていたところに、二人連れの男性客がやってきて、ドアに貼られた閉店のお知らせと俺の顔を一別した。そして何も言わずに店内へと入ろうとしたので、慌てて止める。すみません。本日はもう営業終了でして。俺たちの分ぐらいちゃちゃっと作れんだろ。そう言うと、静止する俺の手を押しのけて、強引に店内へと入ってしまった。店内を見回し、馬鹿にしたような笑みを浮かべながら、上司らしき年長者がテーブル席に座り、その後に続いてもう一人も席に着く。仕方なく、俺はのれんを店内へとしまい、最後の客となった二人に水を運んだ。いらっしゃいませ。ご注文はラーメン2つ。俺が言い終わるのも待たず、
年長者の方が存在な口調で注文してきた。どちらのラーメンになさいますか？当店ではこちらの、俺がメニュー表を見せながら尋ねると、男性客はめんどくさそうに舌打ちした。なんでもいいよ。こんなしけた店のラーメンなんて大した違いもないだろ。醤油でいいよ。さっさとしろよ。そう言い放つと、しっしと犬でも追い払うかのようにメニュー表を払ってきた。同席している男もニヤニヤと笑いながら、そうですよね、と同意の言葉を述べている。俺は失礼な態度にイラついたが、お客様なのだからと、ぐっと言葉を飲み込み、厨房へと戻った。最後の客が、こんな失礼な態度の二人なのは残念だったが、それでも、心を込めてラーメンを作る。その間も、二人の男性客はニヤニヤと笑いながら、何やら話していたが、俺は作業に集中した。そして、出来上がったラーメンを二人の元へと運ぶ。お待たせいたしました。醤油ラーメンお二つです。二人は、俺には目もくれず、ラーメンをすすり始めた。俺は店内の片付けをしながら、二人のお客の食事が終わるのを待った。半分くらい食べた頃だろうか。年長者の方が、わざと俺に聞こえるように、大きな声で話し始めた。いやー、こんなまずいラーメン、俺初めて食べたわ。ガハハ。と、下品な笑いが、誰もいない店内に響き渡る。部下らしきもう一人の男性客は、さすがにぎょっとした顔をしていたが、すぐに取り繕ったように、調子を合わせて笑い始めた。食べ物には、好みがあるから、合う合わないは仕方ないが、失礼にも程がある。俺の表情を一別し、ニヤニヤと笑った男性客は、さらに失礼な言葉を重ねてきた。こんなまずいの出してるから潰れるんだよ。もうちょっと勉強しなよ。あ、もう今日で終わるんだったか。今更か。そう言って、ゲラゲラと笑っている。俺は怒りに震えながらも無言を貫いた。つまんねえな。まあいいや。これくらいで勘弁してやるよ。俺の反応が思ったものでなかったからか、不機嫌そうな表情を浮かべたが、すぐに何かを思い出したようで、また下品な笑いを浮かべている。早く帰ってくれ、と心の中で思いながらも、黙々と作業をしていたが、静かな店内だ。嫌でも二人の会話が耳に入ってきた。ようやくあの野郎を追い出せるぜ。真面目だけが取り柄の能なしが、俺よりも上にいるのが間違いなんだよ。そうですよね。下川さんの方が仕事ができるのに、あんな人が部長だなんて、上も見る目がないですよね。そうだろ、そうだろ。だからこの俺があいつにふさわしい贈り物を用意してやったんだ。会社の金横領したとありゃ、あいつは会社にはいられまい。あれだけ証拠があれば、業績優秀で人望があっても、無罪方面にはできないですよね。あ？今なんて言った？いや、あいつは言われたことをやるだけのただ運が良かっただけのやつだ。あいつの実力じゃねえ。はい、その通りです。実力は下川さんの方がずっと上です。そうだ。俺の方が上なんだ。なのにあいつは、昔から俺のものを奪いやがる。あの女だって。俺の耳に、最近聞いた単語がことさら大きく聞こえてきた。横領だって？父さんが置かれた状況と重なって、俺は気づけば作業の手を止めていた。もうあいつはお払い箱。俺が用意した証拠は完璧だ。会社からの信用もなくして、経歴に傷もつけた。他に行くあてもないはず。これであいつはおしまいだ。
ざまあ見ろ。この年で仕事をなくせば、落ちるところまで落ちるだけだ。あいつを選んだあの女とガキどももろとも、地獄に落ちればいい。高笑いが店内に響く。俺は耐えきれず、下川と呼ばれていた男のもとへと詰め寄っていた。俺の行動に、もう一人の男が気づいて声を上げる。なんだよ、お前。あんたは、人の心がないのか？気づけば、下川の胸ぐらを掴んでいた。何をする？離せ。俺の手を振りほどこうとする下川にお構いなしに、俺は続けた。あんたがその男にどんな恨みを持ってるのか知らないが、その人にも人生あって、家族がいるんだ。いい年して、人の不幸を喜んで恥ずかしくないのか？俺の迫力に、二人の男は圧倒されて言葉も出ない。この二人が話している、退職に追いやられている男が、父さんなわけはないのに、まるで父さんを馬鹿にされているかのような気がして、許せなかった。真面目に仕事をして何が悪い？大切な何かのために頑張っている人を馬鹿にする権利は、あんたらにはないはずだ。気づけば、俺の手は怒りで震えていた。同席していた男の方は、すっかり黙り込んでいたが、下川は、はっと我に返り、俺の手を力任せに引き剥がしてきた。黙れ。お前みたいなちんけなラーメン屋、二度とこの業界で仕事ができなくすることくらい朝飯前なんだぞ。くそ。あいつみたいな目で綺麗事言いやがって。今にも殴り合いが始まりそうな雰囲気に、下川の部下らしき男は、店の外へ助けを求めた。その時ちょうど、一人の人物が、店内へと走ってきた。その人物を見るなり、部下らしき男は驚いた顔でその場に固まってしまった。進む！やめなさい。止めに入った人物は、殴りかかろうとしていた俺の手を掴んだ。その声に、冷静さを取り戻した俺は、声の主の姿を確かめる。父さん。店に入ってきた人物は、父さんだった。俺の言葉に答える代わりに、父さんは笑顔を見せる。何年ぶりかに見た、父さんの笑顔だった。すっかり毒気を抜かれた俺が、手の力を緩めると、下川はよろよろとしながらも、俺の隣にいる父さんを睨みつけていた。なんでお前がここに、それにこの店主が息子だと？下川、私も君が息子の店で騒いでいると聞いて、驚いているよ。下川も父さんの登場に驚いているようだった。二人のやりとりから知り合いなのが伺える。ふん、お前こそこんなところで油を売っていていいのか？間もなく首を切られる部長さんよ。息子の店も潰れるんだろ？親子揃って食なしとは、中田、お前の無能さが子供にまで受け継がれているなんて、さすがに気の毒になってくるよ。店内に、下川の下品な笑い声が再びこだまする。隣に立つ父さんは微動だにせず、ただ下川の顔を見つめていた。まだ口汚く何かを言おうとする下川に、たまらず言い返そうと拳を握りしめたとき、いい加減、その汚い口を閉じてくれる？聞き覚えのある、涼やかな声が響いた。入り口に、植松さんが立っていた。植松さん？なんであなたがこんなところに？俺と下川は、同時に声を漏らした。俺も驚いているが、下川の驚き方は半端なかった。かすかに全身が震えているのが、俺にもわかるほどだった。私ね、ここのお店の常連なの。ね、すすむくん。いつもの植松さんと雰囲気が違う。
俺に向ける笑顔はいつものように美しく優しいのだが、下川に向けて放つ言葉は、背筋がゾクッと冷たくなるような響きを持っていた。この店が行きつけ。こんな店、社長のご令嬢が行くようなところじゃ。そこまで行ったところで、下川が息を飲んだ。植松さんの顔から表情が一切消えたからだ。その口を慎みなさい、下川。有無を言わさぬ迫力に、誰一人声を発することができなかった。ところで、先ほどあなた方が話していたことは本当なのかしら？はい。完全に怯えきっている下川の間抜けな声に、植松さんは呆れたようにため息をついた。その些細な行動にも、下川はびくついていた。中田部長の数々の疑惑について、提出された証拠の数々を自分が用意したと発言したのは本当なのかと聞いているの。確かに、下川ともう一人の男が、そんなことを話していたのを俺も聞いた気がする。思わず俺は、植松さんに向かってうなずいていた。どうやら証人がいるようね。俺のうなずきを確認した植松さんが、下川へと視線を移す。下川は、自分のした失言にようやく気づき、顔を真っ青にしながら、どう取り繕うか思案しているようだった。いや、それは、何と言いますか、言葉のあやでして。言い訳は無用。そこにいるあなたの部下からも、たった今確認を取りました。提出された証拠からも、改ざんの痕跡が見つかったわ。それとね、とても面白い証言がたくさん出てきたの。もちろん、あなたに関するものよ。これからまだまだ出てくるでしょうね。下川課長。植松さんの言葉に、どんどん顔の色を失っていく下川。と言葉にならない声を発している。社長の代理である私が命じます。会社からの指示があるまで、あなたに与えられた権限は停止、自宅謹慎を言い渡します。調査の結果、あなたの悪事の証拠が出揃い次第、追って処分を決定いたします。言い分は、その時に聞きましょう。連れて行きなさい。その声に、入り口から一人の屈強な男性が登場し、力なく座り込む下川の腕をつかむ。下川と植松さんがすれ違うその刹那、私の大事なものを傷つけた者は絶対に許さない。覚悟しておきなさい。その言葉を聞いた下川は、植松さんの顔を一瞬見た後、ガタガタと震え始め、うつむいた姿勢のまま、入り口で半泣きになっている部下の男と共に、外へと連れ出された。植松さんが下川に何を言ったのかはわからなかったが、気の毒なほどに怯えきった姿を見て、よほどのことを言われたのだろうと、察することしかできなかった。そんなことよりも、なぜ今このタイミングで、父さんと植松さんがいるのだろうか。それに、社長のご令嬢って言葉も聞こえた。俺の疑問をよそに。父さんが、植松さんに頭を下げていた。植松専務、本当に、ありがとうございました。この度は何とお礼を言えばいいか。いえ、私たちの方こそ、中田部長には大変申し訳ないことをしました。父からも話があるとは思いますが、すべては会社として、社員の管理が行き届いていなかったことが原因です。それに、こうして私たちが迅速に対応できたのは、中田部長のご子息があなたの窮状を伝えてくれたからなのです。そう言って、俺の方を見る植松さんは、俺の知っている、いつもの植松さんだった。進も本当にありがとう。しかし、
進と専務が知り合いだったとは、驚いたよ。俺だって驚いてるよ。植松さんと父さんが知り合いなのも驚いたし、それに、社長令嬢って初めて知ったし、すみません。俺、こんな失礼な口の利き方して、この度は、父のことを助けてくださって、本当にありがとうございました。あわあわしている俺の様子に、父さんも植松さんも声を出して笑っていた。いいえ、お礼を言うのはこちらの方だわ。下川のいる部署はね、以前から良くない噂があって、前々から調査をしていたのだけど、時間がかかっていて、そうこうしているうちに中田部長の件が起きてしまったの。本当に申し訳ないことをしたと思っているわ。進くんのお店に下川たちが入っていったと聞いたときは驚いたけれど、おかげでこうしてすぐに駆けつけられた。ありがとう、進くん。俺は特に何もしていないのに、植松さんにお礼を言われて照れてしまう。そんな俺の様子に、父さんも植松さんもまた笑っていたが、植松さんが思い出したように父さんに声をかけた。そうだ、中田部長、進くんのラーメン一緒に食べませんか？すっごく美味しいんですよ。今ですか？ええ、進くんが良ければ、作ってもらえないかな。もちろんです。俺も植松さんと、父さんに食べてもらいたい。進む。よろしく頼むよ。父さんの言葉を聞いて、俺は厨房へと走って行った。父さんに、俺のラーメンを食べてもらうのは初めてだから、緊張したけど、二人のために最高の一杯を用意した。お待たせしました。当店おすすめの醤油ラーメン2つです。父さんと植松さんの前に出来上がったばかりのラーメンを置く。父さんはしばらくラーメンを見つめた後、手を合わせていただきますと言い食べ始めた。俺と植松さんは父さんがラーメンを食べる様子を静かに見ていた。うまいな。進の作ったラーメンは、今まで食べてきたどのラーメンよりもうまいよ。父さんが泣いていた。その姿を見て、俺も目頭が熱くなってくる。私にも、小さな頃からの夢があった。でも、大人になるにつれて、夢を追いかけるだけではダメなのだと思い知った。その頃、母さんと出会って結婚することになって、めでたいことにお腹に子供がいることも分かったんだ。もしかして、そのお子さんって、植松さんが俺の顔を見上げた。進が妻のお腹にやってきたことで、俺はこの二人に苦しい生活を送らせないと心に決めました。そこで、きっぱりと夢を追うのをやめ、今の会社で必死に働きました。夢のことがちらつかなかったと言えば嘘になりますが、それよりも私は家族と共に幸せに暮らすことの方が大事でした。そこまで言うと、父さんは苦しそうな顔をして目を閉じた。自身の経験から子供たちにもしっかりとした会社に入って安定した生活を送ってほしいと、特に進には将来について口うるさく言ってしまったね。夢を追う進が羨ましかったのも事実だ。いつしか進の夢を頭ごなしに否定することしかできなくなってしまった。すまなかった。そんな、私は息子の夢も応援できないダメな父親だというのに、今回のことを告げたとき、進は実家に帰ると即答してくれた。下川が私のことを罵倒したときも怒ってくれた。
植松さんも静かにうなずきながら父さんの言葉に耳を傾けていた。そして、こんなにうまいラーメンを作れる。私の息子は自慢の息子だな。そして、柔らかに笑う父さんの笑顔を見て、俺は唐突に昔のことを思い出した。父さんと母さんと手をつないで歩いたラーメン屋からのいつもの帰り道。ラーメン屋になると言った俺を母さんは優しく応援してくれた。そして父さんは、進がラーメン屋さんになったら父さんに一番に食べさせてくれよ。楽しみにしているからな。俺は小さい時からラーメンが好きだった。それは父さんが好きな食べ物がラーメンだったから。家族で行っていた近所のラーメン屋は、父さんと母さんが結婚する前から通っていた馴染みの店だ。母さんも、いくらラーメン好きだからって、そればっかり食べてたら太っちゃうわよって笑っていた。なんで今まで忘れていたんだろう。俺が頑張っていたのは、父さんに喜んでもらいたかったからなのに、いつの間にか見返すことに執着していた。父さん、今までごめんなさい。俺は父さんの顔をまっすぐ見ながら、今までのことを謝った。俺は父さんが家族のためにいろいろなことに耐えながら毎日頑張っていること、ちゃんと知ってた。それなのに、夢を反対されたことに憤って、勝手なことをしてきた。でも、今回のことで気づいたんだ。俺は夢も大事だけど、家族のことも大事だって。だから、俺も今までごめん。自分の気持ちを言葉にすると、涙が溢れそうだったが、なんとかこらえて、父さんに伝えたかった言葉を伝える。父さんに一番に食べてもらう約束は守れなかったけど、今日俺のラーメンを食べてもらえて、うまいって言ってもらえて、俺すごく嬉しいよ。約束、そうか、覚えていたのか。ああ、私も進のラーメンを食べることができて嬉しいよ。ありがとうな。そう言って、昔のように俺の頭を優しく撫でてくれる父さんの手がすごく温かくて、俺は年がいもなく泣いてしまった。父さんも泣いてたから、大の大人二人が泣いているという状況だったが、植松さんは何も言わず、俺たちのことを見守ってくれていた。数日後、父さんのもろもろの容疑は晴れて、無事に会社に戻ることができた。植松さんや父さんの話によると、証拠や証言のすべてが捏造されたもので、そのほとんどが下川自身が関わっていた。なぜそんなに下川が父さんを恨んでいたのかは、植松さんが教えてくれた。父さんと下川は、同期で入社当時は仲が良かったそうだ。だが、父さんが同じ職場の女性、母さんと付き合い始め、妊娠、結婚を伝えたことで、二人の関係に溝が生まれた。その後、父さんが仕事に邁進し、昇進していったことも追い打ちをかけた。実は、下川も母さんに好意を寄せていたが、父さんに奪われたと嫉妬に狂い、自分を裏切ったと、母さんにも恨みを募らせ、復讐の機会を伺っていたらしい。今回の騒動で、下川が関わってきた悪事の数々は追及され、横領に関しては、部署の多くの人間が関わったということで、かなりの人数が処分を受けたそうだ。下川も当然のことながら、解雇処分相当という判断がなされ、会社を出ていくこととなった。植松さんは、事の顛末を伝えてくれた最後に、こう付け加えた。女の嫉妬も恐ろしいけれど、男の嫉妬も
同じくらい醜いわね、と。もう二度と父さんや俺たち家族に関わることのないよう、よーくお灸を据えておいたから安心してね、と言った植松さんの笑顔が少し怖かった気がしたが、何にせよ、これで一件落着だ。俺は入り口ドアに貼った閉店のお知らせを勢いよく剥がし、今日の営業のために開店準備に取り掛かった。そう。父さんの件が無事に解決したことで、俺は店を再開することにした。今度、父さんと母さんが俺の店にラーメンを食べに来てくれることにもなった。久しぶりのラーメンデートね、なんて、母さんはウキウキしてて、父さんは恥ずかしそうに頭をかいてたっけ。弟も妹も行きたいと騒いでたけど、父さんが新しいゲームを買うことを餌に黙らせていた。なんだかんだ言って、父さんも母さんとラーメンデートとやらができるのを楽しみにしているらしい。俺はその時の光景を思い出しながら、晴れ晴れとした気持ちで作業に取り掛かっていた。相変わらずの客入りに、俺が頭を悩ませる日々も再開した頃、植松さんが来店した。いらっしゃいませ。植松さん、お久しぶりです。その節は本当にありがとうございました。進くん、久しぶりね。こちらこそお世話になりました。そう言って微笑む植松さん。久しぶりに会えた喜びを隠しつつ、なんとか普段通りの接客をして、注文のラーメンを提供する。あの一件があってから、前よりもう少し仲良くなれた気がする。他のお客さんがいないのをいいことに、俺は食事終わりの植松さんに尋ねた。植松さん、どうしてうちの店の常連になってくれたんですか？こういうのもなんですが、お客さんも全然入らない店なのに、自分で言ってて、ちょっと悲しくなってきた。植松さんは姿勢を正すと、俺の疑問に対してまっすぐに答えてくれた。実は少し前に父から新事業を任されてね。それで美味しいラーメン屋さんをリサーチしていたの。ある人の影響で、私もラーメンが大好きでね。以前からよくラーメン屋さんは行っていたけど、うちと一緒にやってもらいたいって思うお店にはなかなか巡り合えなくて、そんな時にこのお店を見つけたの。ラーメンがすごく美味しくて感動したわ。植松さんに褒められて頭をポリポリとかいた。中田さんの息子さんのお店だって分かった時はさすがに驚いたけどね。ぼそっとつぶやく植松さんの声は、有頂天になりかけている俺の耳には届かなかった。だが、その浮ついた気持ちも、次の植松さんの言葉で、完膚なきまでに叩きのめされた。でもね、味は最高なんだけど、お店の立地が最悪なのと、経営戦略が甘すぎて、だからしばらく通って店主の考えや姿勢を見てみようと思ってね。痛いところを突かれ、へこんだ俺の顔を見て、植松さんはいたずらっぽい笑みを浮かべたが、すぐに真剣な顔つきになった。店主、進くんのラーメンに向き合う姿勢と熱意をこの目で見て、実際に話をしていくうちに、その真剣さが伝わってきた。そして実際に社長を含むプロジェクトに関わる人間に、ここのラーメンを食べてもらって勝負できるんじゃないかって言わせることができた。いつの間にそんなことが？みんなお芝居上手なの。全く気づかなかった。社長のような人が来たら、オーラでわかりそうなものなのに。いや、植松さんのことも見抜けてない俺に気づけるわけもないか。だからね、進くん。いえ、中田進さん。どうか、当社の新規プロジェクトに参加していただき、このお店の
さらなる成長のお手伝いをさせていただけないでしょうか。そう言って、頭を下げてくれた。植松さんの会社の新規プロジェクトに俺の店が？はい、そうです。詳しい説明をさせていただいた後、お返事をいただければと思います。そして、俺に名刺を差し出してくれた。植松理香。植松さんの名前、そして、父さんの会社の名前が印字されている。その名刺を受け取り、じっと見つめた後、俺は決意した。ありがたい申し出、感謝いたします。植松さんには、父のことでとてもお世話になりました。そのご恩が返せるのなら、俺ができることは何でもしたいと思っています。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。できる限りの丁寧な言葉遣いで返事をして、思い切り頭を下げる。頭の上で、ふっと息を吐く音が聞こえた。そう言ってもらえて嬉しいです。ありがとう、進くん。顔を上げると、いつものように優しく微笑む植松さんの顔があった。植松さんには恩を感じているし、本当に感謝している。でも、今回の話を受けようと思った理由は、それだけじゃなくて、植松さんの笑顔が見られるなら、俺ができることは何でもしたいと思ったからだ。新規事業は大成功を収め、俺の店は瞬く間に世間で評判になった。その後、店は会社のグループ傘下に加入させてもらい、俺はこれまで通り、自らの店で腕を振るっている。チェーン展開にも着手し、先日3店舗目が都内にオープンした。知名度が上がり、多くの人が訪れることになったからか、俺がこだわり続けた店の味も世間で徐々に評価されるようになり、有名雑誌やメディアにも紹介され、先日ついに、とあるグルメランキングにて、ラーメン部門1位という輝かしい称号もいただくことができた。俺一人の力では絶対に成し得なかったことだ。進くんならいつかはあの超有名な星ももらえるかもね。そう言って、俺の隣には明るく笑う彼女がいる。そこまでいけるかわからないけど、リカさんのために、俺頑張るよ。そして、俺は大事な人の手をそっと握る。今なら、父さんの気持ちがわかる気がする。大切な人を守るために、辛いことでも、困難なことでも乗り越えてみせる。俺はあの日の決意を新たに胸に刻んで、リカさんと共に歩く未来を思い描いた。